お坊さん、また死亡フラグ立てましたね。よし、今度こそ。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。あれ、あやつは出来損ないで有名な死神ナンバー269。一体何をやっているんじゃ。その日、生存フラグもとい天使ナンバー11は神から呼び出しを受けていた。よく来てくれた天使ナンバー11。急にわしを呼び出して何の用じゃ、ウスノロ。今日君を呼び出したのは他でもない。ってあれ、ちょっと待って、ナンバー11。今僕のことウスノロって言った？ああ、何かまずかったか？いやー、さすがに僕神様だよ。君たち天使や死神を管理するこの天界のトップだよ。そんな相手にウスノロはまずくない？そうか、すまん。気を悪くさせたな、ゴミ。分かってくれたならいいんだ、ナンバー11。で、あれ、空耳？確かにゴミと神は響きは似てるけど。また気を悪くしたのか、下船者。また空耳アワーが。早く要件を言わんか。いや、前置きが長くなりましたが、本日あなた様をお呼びしたのは他でもございません。天使ナンバー11。残念ながら最近君に天使として対応が悪すぎるってクレームが多いんだよね。何を言ってるんじゃ。わしの直近の成績は生存55回、死亡0回。天使としてトップクラスじゃぞ。確かにそうなんだけど、生存55回のうち53回は病院送りじゃない？君のド S が原因で。そうじゃったかの。確かに君は能力的には天使の中でもすごく優秀だ。だけどそれだけでは不十分。だからこれから君には。また失敗しちゃった。ちょうどよかった。さっきからあやつは一体何をしておるんじゃ。彼女がやっているのは修行だよ。修行？あの扉の向こうに広がっているのは僕が作った仮想世界。そこではモブオというキャラクターが様々なシチュエーションでフラグを立てる。つまり君たちのために作ったトレーニングシステムなわけさ。珍しいな。放置プレイで有名な神がわしら天使や死神の育成に力を入れるとは。無能と書いて神と読まれたのは初めてなんだけど。最近特に自堕落を極めていると聞いていたが、何でも腰つべとかいうものにうつつを抜かしとるらしいじゃないか。 YouTube ね。人間が最近作ったやつなんだけど面白いのよ、これが。どんどん好みの動画を自動再生してくれるから見始めたらいつの間にか夜になってるんだ。一体どこのアホじゃこいつを神にしたのは。いずれにしてもせっかく彼女のためにトレーニングシステムを作ったからさ、君もモブを使って練習してみたらどうかな。はあ？もちろんさっきも言った通り、君は能力的には優秀な天使だからたまに練習するぐらいで構わない。でも少しずつド S なところを直して優しくなっていかないと。断る。はい。と言いたいところだが、たくさんクレームが来ている事実は真摯に受け止めんといかんな。おお、さすがナンバー11。しかしあやつは死神の中でも最底辺の出来損ない。あんなやつと一緒に修行なんてわしのプライドが。違う、そうじゃない。決して彼女は出来損ないなんかじゃないよ。確かに今はまだパッとしないけど、磨けば光る逸材だと僕は考えている。きっと彼女と一緒に修行すれば多くのことを学べると思うよ。お？ちょうど彼女がまた練習に出かけるようだよ。君も一緒に行ってみたらどうかな。優秀なだけじゃなく優しい天使になるためにさ。まあいい暇つぶしにはなるか。このようにして
生存フラグもとい天使ナンバー11は死亡フラグもとい死神ナンバー269とともにモブを相手に修行を始めることになった。またやってしまった。ついつい助けた相手を無駄にいじめてしまう。良くないという自覚はあるんじゃ。本当はわしだって優しくなりたいんじゃ。だが体が勝手に動いてしまって。生存フラグさん、なんじゃ出来損ないの死亡フラグ。正直びっくりしましたよ。あの世界には私しかいないと思っていたので。やっぱりお噂に聞くようにナンバー11さんは優秀ですね。私全力で頑張ったんですけど完敗でした。確かに貴様はまだまだじゃな。死神のくせに優しすぎる。優しすぎるですか。確かに私全然ダメですね。でも今回モボウさんが結果的に生きていてよかったと思ってしまう自分がいます。呆れるくらい心優しい死神じゃな。だが確かにこやつはわしに足りないものを持っておる。貴様どうやったらそんなに優しくなれるんじゃ。今までわしが見てきた死神は誰一人としてフラグが立った相手に同情なんてしなかった。どうして貴様は人間にそれほど情けをかける。いや、自分ではそんなつもりないんですけどね。一方わしはどうしても助けた人間に対して意地悪をしてしまう。貴様とは反対にな。確かにさっきモボウさんを助けた後高額な請求書を突きつけてましたね。人間のお金なんてもらっても仕方ないのに。正直わしは人に感謝されるのが嫌いなんじゃ。いちいち助けた人間に感謝されるのが面倒でならん。どうしてですか。わしは天使じゃ。人の命を守るのがわしの存在意義。それなのにただ仕事をしただけでやたらめったらチヤホヤされる。人を助けるのは当然なのに皆わしを神のように崇めるんじゃ。なんというかそういうのがうんざりでな。だからつい助けた人間から感謝されないように行動してしまうんじゃ。要するにわしはどうしても優しくなれないダメな天使なんじゃ。そうですかね。私思うんですけど生存フラグさんってすっごく優しいんじゃないですか。ただ素直になれないだけですっごく優しい心を持っていると思います。素直になれない？はい。だって人を助けるのは当然と考えていること自体がとても優しいと思いませんか？そのプロ意識私とっても尊敬します。ナンバー11さんは人に感謝されるのが嫌いというよりただ照れくさいだけなんだと思います。だから少し自分の気持ちに素直になってみたらそれだけでいいんじゃないかなと。そしたらきっとナンバー11さんの優しさは周りに伝わると思いますよ。そうか。こやつ本当にどうしようもない死神じゃな。しかし貴様なんじゃそのクソダサい格好は。一体どういう服のセンスしとるんじゃ。まるで生き恥をさらしとるようなもんじゃないか。でもこれ神様がとっても死神っぽくなったって。アホ、そんなもの着るぐらいならいっそ裸の方がマシじゃ。さすがに裸は。別に貴様は大丈夫じゃろ。その胸には何も実ってないんじゃから。相変わらず嬉しくても素直にならない天使ナンバー11であった。
いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグ